今日は日本語学習者の皆さんにとって少し難しいかもしれませんが、とても大切なテーマ、敬語についてお話しします。敬語は日本語の大きな特徴の一つで、相手や状況に応じて使い分ける特別な言葉遣いです。今回は、敬語の種類や役割、歴史、そして具体的な使い方を詳しく紹介していきます。敬語をマスターすれば、日本語の会話がもっと自然になり、日本の文化やマナーについても深く理解できるようになりますよ。それでは、始めましょう。敬語とは何か。まず、敬語とは何かについて説明します。敬語とは、相手に対して敬意を表すための言葉遣いです。日本では、人間関係や場面に合わせて言葉を使い分ける文化があります。例えば、友達と話すときと先生や上司と話すときでは、表現の仕方が異なりますよね。日本語では、直接的な表現よりも、丁寧で柔らかい言い方が好まれることが多いです。敬語を使うことで、相手を尊重し、礼儀正しい印象を与えることができます。さらに、敬語は会話の相手との距離感を調整する役割もあります。親しい友人とはフランクな話し方をしますが、仕事相手や初対面の人とは敬語を使って丁寧に話します。敬語の歴史。敬語は、古代の身分制社会で上下関係を表すために生まれたと考えられています。当時は、貴族や武士などの身分や階級によって言葉遣いが異なり、関係性を明確にするために丁寧で格式ある表現が使われていました。時代とともに敬語の使い方は変化してきました。現在では、身分や階級を示すためのものではなく、相手への配慮や礼儀を示す言葉遣いとして発展しています。社会の中でお互いを尊重し合い、良好な人間関係を築くための手段として受け継がれてきたのです。現代では、ビジネスやフォーマルな場面だけでなく、日常生活やサービス業でも広く使われています。また、敬語は日本文化に深く根付いたコミュニケーションの一部として、相手を思いやる姿勢を言葉で表す役割を担っています。敬語の種類。敬語には、尊敬語、謙譲語、丁寧語の3つの種類があります。それぞれの特徴と使い方を見ていきましょう。尊敬語。尊敬語は、相手の行動や状態を高めて表現し、相手を立てるための言葉です。主に目上の人やお客様に対して使われ、敬意や礼儀を示します。例えば、先生が話しますという文は、尊敬語では、先生がお話になりますとなります。尊敬語には特別な動詞が多く使われます。例えば、行くや来るはいらっしゃる。見るはご覧になる。言うはおっしゃる。食べるは召し上がる。知っているはご存知ですに変わります。また、名詞や動詞におやごをつけて丁寧に表す表現もあります。例えば、名前はお名前。意見はご意見などです。尊敬語は、相手の行動を高めて表現するための言葉なので、自分の行動には使わない点に注意が必要です。謙譲語。謙譲語は、自分の行動を低く表現し、相手を立てるための言葉です。自分をへりくだることで、相手への敬意を示します。例えば、私が話しますは謙譲語で、私がお話しいたしますとなります。謙譲語にも特別な動詞が使われます。行くは参る。見るは拝見する。言うは申すや申し上げる。食べるはいただく。知っているは存じ上げるになります。また、案内するはご案内いたしますなど、おやごをつけて丁寧に表現する言葉もあります。謙譲語は自分の行動をへりくだって表現する言葉なので、相手の行動には使わないようにしましょう。
丁寧語。丁寧語は、相手に対して丁寧に話すための言葉で、最も簡単で使いやすい敬語です。日常会話からビジネスシーンまで幅広く使われます。例えば、食べるは食べます。行くは行きますのように、語尾をますやですに変えるだけで丁寧語になります。また、お茶やお名前など、おや語をつけて丁寧さを表す表現もあります。丁寧語は誰に対しても使えるため、敬語を初めて学ぶ人にとって最も取り入れやすい表現です。敬語を使う理由とは、敬語は日本の文化や価値観を反映した言葉遣いです。特に、日本は年齢や立場を重んじる文化があるため、相手に合わせた話し方をすることが求められます。職場では上司に敬語を使い、学校では生徒が先生に敬語を使うことで、敬意や礼儀を示します。また、直接的な表現を避け、柔らかく丁寧な言葉を使うことで、相手に安心感や信頼感を与えることができます。敬語は、ビジネスやフォーマルな場面だけでなく、日常生活でも使われるため、身につけておくと便利です。今日は、敬語の基本とその役割についてお話ししました。敬語には尊敬語、謙譲語、丁寧語の3つの種類があり、それぞれ使う場面や目的が異なります。敬語を使うことで、相手に敬意を示し、信頼や良い印象を与えることができます。最初は丁寧語から始めて、少しずつ尊敬語や謙譲語も覚えていきましょう。敬語は日本人にとっても難しいと感じるものなので、間違えても大丈夫です。練習を重ねながら、自然に使えるようになっていきましょう。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。今日は、日本語学習者の皆さんにとって少し難しいかもしれませんが、とても大切なテーマ、敬語についてお話しします。敬語は、日本語の大きな特徴の一つで、相手や状況に応じて使い分ける特別な言葉遣いです。今回は、敬語の種類や役割、歴史、そして具体的な使い方を詳しく紹介していきます。敬語をマスターすれば、日本語の会話がもっと自然になり、日本の文化やマナーについても深く理解できるようになりますよ。それでは、始めましょう。敬語とは何か。まず、敬語とは何かについて説明します。敬語とは、相手に対して敬意を表すための言葉遣いです。日本では、人間関係や場面に合わせて言葉を使い分ける文化があります。例えば、友達と話すときと先生や上司と話すときでは、表現の仕方が異なりますよね。日本語では、直接的な表現よりも、丁寧で柔らかい言い方が好まれることが多いです。敬語を使うことで、相手を尊重し、礼儀正しい印象を与えることができます。さらに、敬語は会話の相手との距離感を調整する役割もあります。親しい友人とはフランクな話し方をしますが、仕事相手や初対面の人とは敬語を使って丁寧に話します。敬語の歴史。敬語は、古代の身分制社会で上下関係を表すために生まれたと考えられています。当時は、貴族や武士などの身分や階級によって言葉遣いが異なり、関係性を明確にするために丁寧で格式ある表現が使われていました。時代とともに敬語の使い方は変化してきました。現在では、身分や階級を示すためのものではなく、相手への配慮や礼儀を示す言葉遣いとして発展しています。社会の中でお互いを尊重し合い、良好な人間関係を築くための手段として受け継がれてきたのです。現代では、ビジネスやフォーマルな場面だけでなく、日常生活やサービス業でも広く使われています。また、敬語は日本文化に深く根付いたコミュニケーションの一部として、相手を思いやる姿勢を言葉で表す役割を担っています。敬語の種類。敬語には、尊敬語、謙譲語、丁寧語の3つの種類があります。それぞれの特徴と使い方を見ていきましょう。
尊敬語。尊敬語は、相手の行動や状態を高めて表現し、相手を立てるための言葉です。主に目上の人やお客様に対して使われ、敬意や礼儀を示します。例えば、先生が話しますという文は、尊敬語では、先生がお話になります、となります。尊敬語には特別な動詞が多く使われます。例えば、行くや来るはいらっしゃる。見るはご覧になる。言うはおっしゃる。食べるは召し上がる。知っているはご存知ですに変わります。また、名詞や動詞におやごをつけて丁寧に表す表現もあります。例えば、名前はお名前。意見はご意見などです。尊敬語は、相手の行動を高めて表現するための言葉なので、自分の行動には使わない点に注意が必要です。謙譲語。謙譲語は、自分の行動を低く表現し、相手を立てるための言葉です。自分をへりくだることで、相手への敬意を示します。例えば、私が話しますは謙譲語で、私がお話しいたしますとなります。謙譲語にも特別な動詞が使われます。行くは参る。見るは拝見する。言うは申すや申し上げる。食べるはいただく。知っているは存じ上げるになります。また、案内するはご案内いたしますなど、おやごをつけて丁寧に表現する言葉もあります。謙譲語は自分の行動をへりくだって表現する言葉なので、相手の行動には使わないようにしましょう。丁寧語。丁寧語は、相手に対して丁寧に話すための言葉で、最も簡単で使いやすい敬語です。日常会話からビジネスシーンまで幅広く使われます。例えば、食べるは食べます。行くは行きますのように、語尾をますやですに変えるだけで丁寧語になります。また、お茶やお名前など、おや語をつけて丁寧さを表す表現もあります。丁寧語は誰に対しても使えるため、敬語を初めて学ぶ人にとって最も取り入れやすい表現です。敬語を使う理由とは、敬語は日本の文化や価値観を反映した言葉遣いです。特に、日本は年齢や立場を重んじる文化があるため、相手に合わせた話し方をすることが求められます。職場では上司に敬語を使い、学校では生徒が先生に敬語を使うことで、敬意や礼儀を示します。また、直接的な表現を避け、柔らかく丁寧な言葉を使うことで、相手に安心感や信頼感を与えることができます。敬語は、ビジネスやフォーマルな場面だけでなく、日常生活でも使われるため、身につけておくと便利です。今日は、敬語の基本とその役割についてお話ししました。敬語には尊敬語、謙譲語、丁寧語の3つの種類があり、それぞれ使う場面や目的が異なります。敬語を使うことで、相手に敬意を示し、信頼や良い印象を与えることができます。最初は丁寧語から始めて、少しずつ尊敬語や謙譲語も覚えていきましょう。敬語は日本人にとっても難しいと感じるものなので、間違えても大丈夫です。練習を重ねながら、自然に使えるようになっていきましょう。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。